皆さんこんばんは、ただいまです。大阪 Vlog 最後までご視聴いただきありがとうございます。昨日大阪から帰ってきて、今日ねこちらの購入品をちょっと皆さんにご紹介していきたいなと思っております。大阪なんですけど、非常に素敵な出会いがたくさんありました。食でもそうですし、雑貨とかね、こういうアンティークとか、あとは人とのね出会いも素敵な出会いがたくさんありました。出会った方々はみんな本当になんか優しい方々ばっかりで、すごい大阪のことがね好きになりました。ただ唯一大阪非常に暑かったので、それだけはちょっと本当にもうしんどいところもあったので、特に万博をこう待ってる間とかね、結構長い間待ってたりしたので大変だなという思いもあったんですけど、ただトータルで見た時に非常に楽しめました。はい。ということで、購入品をやっていきたいと思います。まずね、こちら、だるまなんですけど、勝王寺というお寺に行ってきました。だるまで有名なお寺で、だるまがものすごいたくさん、奉納されている。奉納されているとはいえど、なんていうんですかね、一つの場所にだるまが集まっているというわけではなくて、結構広い敷地内のお寺のありとあらゆる場所にだるまが奉納されている。もうそれは奉納する方が多分自由に置いていいというような形でね、置かれているので、普通に道端に置かれていたり、木の上に置かれていたり、石と石の間に置いてあったり、どうやってこのだるまを置いたんだろうっていう危険な場所ぐらいのところ、高さのところにねだるまが置かれてあったりとかね、いろんなところにだるまが置かれていて、見応えのあるお寺だったんですよね。道順があってその通りに歩いていくんですけど、その順路にスタンプラリーみたいなのもあって、それを押していく中でこう浮かび上がってくるその絵を楽しむのも面白いですし、山の上にあるお寺で自然豊かなんですよね。歩いてるだけでも非常に空気が澄んでるので気持ちいいし、景色も素晴らしいし、だるまはたくさんあるし、そういうのいろんな楽しみ方ができるお寺ですごいいい経験ができたなと思います。せっかくなのでね、だるまさんをちょっと買おうということで、裏に2人のね目標を書いて、この目標を達成できればこちらの左目も書いて、また勝王寺にね奉納しに行きたいなと思っております。新大阪からはちょっと離れてるんですけど、行ってもらった方がいいかなと思う素敵なお寺でした。で、続いてご紹介しますのがこちら、小鳩パンのものですね。小鳩パンはあんまり下調べせずに行ったフラッと行ったお店だったんですけど、お店がとにかく可愛いんですよ。そして小鳩パンがあるエリアっていうのがあって、そのエリアの中には小鳩パンの系列店が10店舗ぐらいちょっと点在している感じで、大阪のね人に聞いたんですけど、大阪の人ってなんかこう1店舗こう人気が出ると、1店舗目の近場に2店舗目3店舗目4店舗目みたいな感じで小さなエリアで多店舗展開していくっていうことが多いんですって。それをまさにこう体現しているような小鳩パンで、10店舗が結構近場のエリアにこう密集している小鳩パンエリアなんていう感じで、言ってる方もいたんですけど、そういうエリアで店舗1店舗にその個性があって、コッペパンをメインで売ってるお店、ベーグル系をメインで売ってるお店、またねかわいい雑貨めちゃめちゃ作ってて、そういう雑貨をメインに置いているお店みたいな感じでいろいろあるんですよ。僕らはその中の3店舗かな回ったんですけど、ベーグルの方を買って食べました。ベーグル非常に美味しかったですね。はい。買ったねお土産ちょっとご紹介したいんですけど、このお土産のねこのデザインがめちゃめちゃ可愛くて、いろんな種類があるんですよ。メインキャラクターとしてこのパンを作る工場長と、あとこの弟子の3人っていうのがいて、買ったのはピンバッジとマグネットなんですよね。これ両方とも弟子3人の方のものなんですけど、これめちゃめちゃ可愛いですよね。この3人とか工場長の絵柄が描かれたクッキーとか T シャツとか、カンカンとか、その他もろもろ雑貨がいろんなのが売られてて、その中から厳選してこの2つを買いました。で、あとはお菓子を3つ買ったんですけど、こういう個包装になってるねクッキーたくさん売られてて、でこれはねなんかちょっと面白いスペキュロスというクッキー、なんかスパイスとかが入ってるクッキーなんですかね。工場長がちょうど描かれてるクッキーなんです。こういうのもあるし、こういう紙の箱とかカンカンに入ったものとかも売られてます。カンカンはちょっとね今
お見せできないんですけど、すごい可愛いんですよ。で、この紙の箱のお菓子もすごい可愛くて、これらはお土産用で購入しました。コバトパンもなんかスタンプラリーをね、10店舗でやられていて、ぜひね、気になる方は全部巡ってみるのも楽しいんじゃないかなと思います。で、続いてはこちらですね。ワンちゃんの置物なんですけど、これフロールブローというアンティークショップに行った時に購入したものです。もう一個大きなブックエンド、めちゃめちゃ可愛いものを買ったんですけど、それは配送されてくるので、後日ね、撮ったものをご紹介したいと思います。フロールブローは、こちらのワンちゃんもめちゃめちゃ可愛いんですけど、欲しいものがたくさんありすぎて、すごい小さなお店なんですけど、そこに店主がこう選び抜いたあらゆる、国のアンティークのものがぎっしり詰まってて、見ようと思ったら数時間平気でいちゃうぐらいめちゃめちゃ沼ってしまうような、そういう空間ですね。そんな中から厳選して迷いに迷ってブックエンドとこのワンちゃん購入しました。今回大阪行った中でもう一回行ってみたい場所って言われたら、僕はこのフロールブロー絶対行きたいなっていうぐらいすごい好きになりました。店主のセンスも好きだし、話も面白かったし、その商品の物語とかね、ぜひね、こちらアンティーク好きの方は行ってもらいたいし、大阪価格っていうぐらい本当に東京で買うよりも全然安いいいものが購入できるお店なので、ぜひね、足を運んでいただきたいなと思いました。はい。続いてがもうこれは万博の購入品になりますね。万博ね、めちゃめちゃ楽しかったです。もともと行こうと考えていなかったパビリオンとかも結構行ったんですけど、そういったね、もともと計画してなかったようなパビリオンが実はすごい満足度が高いパビリオンだったりしたので、ぜひね、皆さんいろんなパビリオン行ってみてください。そんな中で買ったものなんですけど、まずこれはね、お土産用でクッキーですね。ミャクミャクのいろんなポーズをとった絵柄がプリントされてる可愛いクッキー。こちらもミャクミャクのカンカンですね。食べ終わった後もね、ずっと思い出として残るこういうカンカンいいですよね。可愛い。毎度大きになってここに書いてあるんですけど、こういったお菓子を購入しました。で、あとは、こちら、北欧館で買ったんですけど、長靴下のピッピの絵柄が描かれた可愛い靴下ですね。奥さんがね、ピッピすごい好きなので、これを見た瞬間もうめちゃめちゃ興奮してました。で、いろんな柄があって、で、ここ北欧館なので、ムーミンのものもめちゃめちゃあったんですよ。ムーミンシリーズも僕たち大好きで、ムーミンシリーズはね、東京でも結構いろんなお店で見かけたりして買ったりすることもあるんですけど、東京でも見たことがないようなグッズとかもあったので、そういったものもね、結局悩んで買わなかったんですけど、ものすごいいろんなものがあったので、ぜひね、北欧館行ってみてください。北欧館自体もすごい僕はね、満足しました。ほっこりとするような、優しい気持ちになれるような素敵なパビリオンでした。はい。最後こちらで、オランダ館で買ったものなんですけど、ロイヤル・デルフトというオランダの王室が唯一ロイヤルの名前を名乗ることを許した陶器のブランドらしいんですね。1653年からあるすごい歴史のある陶器のブランド。陶器でできたオーナメントです。この形見ていただければわかるんですけど、平べったい形なんですよ。あんまり見ないですよね。まん丸のものもあったんですけど、こういう平べったい感じのミッフィーのオーナメントがめちゃめちゃ可愛くて、これ見た瞬間に2人で一目惚れして、これは絶対買おうということで買いました。これ以外にも素敵なグッズがね、あったので、オランダ館に行ける方は楽しみにしていただきたいなと思います。僕らが行った時は予約のみの入店だったので、ぜひ予約を当日でも勝ち取っていただき、行っていただけたらなと、素敵な出会いがあると思います。オランダ館自体も僕はすごい素敵で好きでした。はい。で、最後、ちょっとここに載っけてなかったんですけど、こちらが最終日に行ったヴィンテージショップで購入したレースのブラウス。1940とか50とかだよね。それぐらいのユーロヴィンテージのもので、これを奥さんが来た時にすごいこう、ピタッとサイズ感があって、ものすごい可愛いなっていうことで、これはもう、なかなか出会えるものじゃないということで購入しました。これもいずれどこかの Vlog とかで奥さんが着た姿がね、見れるんじゃないかなと思います。はい。ということで、以上で大阪の購入品になりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もお楽しみください。